皆さんは子供の頃どんな夢を持っていましたか？きっと夢っていろいろと変わってきたと思います。でも小さい時はお菓子屋さんになりたいとか、お医者さんになりたいとか、サッカー選手になりたいとか、ヒーローになりたいとか、それぞれいろんな夢を持っていたと思います。私も今ちゃんと夢を持っています。ですが小さい時にその夢を持てなかった、そんな時期がありました。そんな私と同じような子どもたちが実は今現在も世界中で、そしてこの日本にもいるということを皆さんには知っていただきたいと思います。まずはじめにちょっと私のお話をさせてください。実は私は今お母さんと2人で日本で生活をしています。私自身はペルシャ絨毯に乗ってイランからやってまいりました絨毯は嘘ですけどでも8歳の時に日本に来て、もうかれこれ20年が経っているんですけれども、この20年間というのが本当に濃厚でいろんな出来事がありました。これが私の母です。よく似てるねって言われるんですけど、実は私と彼女は血はつながっていません。私は3歳から7歳を施設で過ごしました。彼女が施設に来て私を引き取ってくれたセカンドマザー、養母になります。彼女が私を引き取る前までの私の名前はサヘル・ローズではなくナリゲスという名前だったんです。そして出産届もなかったので、私自身正直いつ生まれたのか分かりません。彼女が引き取ってくれた後に私に誕生日とか今の名前を与えてくれました。きっと彼女と出会っていなければ今の私はないと思っています。でも彼女は私を引き取ることでたくさん苦労したはずです。その苦労があって、正直自分の国に居場所をなくしてしまったことがあって、今こうして日本に来ることになったのもいろんな方の手助けがあり、日本に私たちは20年前に来ることになりました。でも言葉が分からなくて、仕事もなかなか見つからなくて、公園で生活する時期もあったんですね。その時救ってくれたのがこの方です。彼女は私が通っていた小学校の給食のおばちゃんです。公園で生活をしていた私たち親子を自分の家にかくまってくれたり、お母さんに仕事を与えてくれたり、言葉を教えてくれたりと、たくさん面倒を見てくれました。ランドセルも自分のお子さんが使ってたのを私にくれました。血のつながりがない私たちを、全く血のつながりがないこの給食のおばちゃんがまた助けてくれたわけです。ですから私もお母さんも彼女以外にも多くの方々に救われて今があるので、本当に日本の方に心から感謝をしています。そして大好きです。だからこそそんな皆さんに知ってもらいたいことがたくさんあります。今日伝えたいのはこの数字は2013年度に発表された今現在児童養護施設で生活をしている子どもの数です。児童養護施設に入りたくて入っているわけではありませんよ。子どもはいろんな理由で親を亡くしてしまったり、また虐待を受けてしまって親元を離れなければならなくなってしまった子どもたちが行かなければいけなくなるのが児童養護施設なんです。じゃあ皆さん、児童養護施設ってどんな場所か想像できますか？私がいた施設はこんな場所です。これはイランの児童養護施設です。一見楽しそうに確かにケーキを囲んでみんなで食事をしていますが、食事を見たり甘いケーキを見たらみんな自然とハッピーになります。なかなかお菓子なんて出てこないので。ですけども心の中ではすごく寂しかったです。誰かに抱っこされることもなければ頭を撫でてもらうこともない。心に受ける闇はそれぞれにありました。今度こちらをご覧ください。これは日本のとある児童養護施設の写真です。お部屋にベッドがずらっと並んでいますね。このベッドの上がそれぞれに与えられたスペースなわけです。みんなで
生活をしているのがここの児童施設。でも子どもたちの面倒を見てくれる人もちゃんといるんです。でも大人1人に対し多い時では10人の子どもの面倒を見なければなりません。そうすると子どもってそれぞれに個性があったり考え方もバラバラですよね。面倒を見る方は結構大変だったと思います。でも私としたら本当は一人一人の子どもに愛情を注いでほしい、一人一人のちゃんと勉強を見てあげてほしいと思うんですけども、それが叶わないのが現状です。でも子どもはね、それを理解するまで時間かかるので、なんでちゃんともっと向き合ってくれないんだろうって思ってしまうんですよ。そんな子どもが言っていた言葉があります。どうせ職員は仕事でしょって、仕事だから僕たちの相手をしてくれてるだけ、心から愛してくれてるわけじゃない。心から愛してくれてるわけじゃない。これってすごく、私はこの言葉をその子から聞くと心が痛みます。きっと職員はそんなつもりはないと思います。一生懸命接してくれてるのが本当です。だけど心に子供が受ける心はそれがリアルなんです。また施設だけではなくて学校でも冷たい言葉をたくさんかけられることがあります。私もありました。先生にここ分かりませんって教えてくださいって言ったら、あ、どうせ施設の子だろって言われるんですよ。また他の子たちには、君たちは僕たちの税金で生活をしてるんでしょって言われたり、また学校に行くと例えば修学旅行とか遠足ってありますよね。そうすると、あなたは施設から来るんでしょ、大丈夫なの、お金あるのって言われるんです。それはある意味差別だと私は思います。なんでそんなこと言われなければいけないんでしょうか。同じように私たちも確かに実の親はいないかもしれない、また元々の親の元を離れなければいけないけれども、でも同じ人間なんです。同じように転んで傷口から出てくる血の色はみんなと一緒。悔しくて流す涙だって一緒なんです。なんでそこで境界線を引かれなければならないんですか。でもこういう実際子どもたちというのは皆さんの国民でもあるんです。だからこそ見て見ぬふりをしてはいけない、この現状に気づいていただきたいと私は思います。続いてこちらをご覧ください。これは2011年度に発表された養子縁組が成立した子どもの数、430人しかいないんです。全体の 1% にもほとんど行き届いていないのが現状なんです。この養子縁組というのは親戚同士でされる場合も多いんですけれども、私たちお母さんみたいに血のつながりがない者同士の養子縁組というのは日本ではほとんどないんですね。なぜだろうと私は疑問に思いました。血のつながりってそんなに関係ありますか。本当は心と心がつながれば本当の親子になれると私は思います。母は私を引き取った時に実の両親から縁を切られました。今は仲直りしてるんですけれども、でも実の両親って血のつながりありますよね。縁を切られた。でもつながりがない私のことを彼女は一度もあなたを引き取って損をしたとは言わなかった。私はあなたをちゃんと育てることで社会に見せたい。血のつながりがなくても施設の子供であっても立派な大人になることができる夢さえ持てれば、彼女のおかげで今の私があるんです。彼女に私はこの間ふるさとに帰った時に言われました。自分の国のいた施設を訪れてみてと。自分のいた施設20年ぶりに行った時すごい緊張しました。でもそこにいた人たちが、ナルゲスあなたなの、大きくなったね、今何してるのって聞いてくれたんですよ。で私は今日本で頑張ってるよって言ったら、すごい日本にまで行ったのって、他の子供たちの勇気になるから頑張ってって言ってくれたんです。でも施設にいた子供たち、ね、どんな夢持ってるのって言ったら、分かんない、ただお母さんが欲しいって言うんです。夢を持ってない子が多いんです。いや、夢が持てないのかもしれない。なぜならどうしてったらいいか分からないんだと思うんですね。本当だったら親がいて、親にいろいろ相談をして背中を支えて、一人の人の瞳に自分の姿が映るということを感じ取るのが一般的な社会だと思う。でもそこに虐待でしたりいろんな理由で親元を離れなければいけなくなってしまった時、
それをたどれる場所がない、一人ぼっちになってしまう子たちがたくさんいるのが今なんですよね。でもその子たちは後に施設を出なければならない社会にある意味放り出されてしまった時に、夢が持てないまま出てってしまったらどうしていいかわからない。でもそれをじゃあ見て見ぬふりをしていいかって言われたらしてはいけない。だってその子たちと今皆さんの周りにもしかしたらそういう子がいるかもしれない。それに私たち一人一人が気づいてちゃんと見てあげることが必要だというふうに思います。私が思うのは夢ってすごく大切。私は母と出会って夢を持てたことで前を見ることができた。ちょっと前の私は後ろばかり見ていた、いや立ち止まっていたと思います。でも母と出会って夢を持ったことで、今の私の夢は役者をやっているんですけれども、役者として成功して賞を取ってそれを母にプレゼントしたい。彼女とつながりはないけれども、彼女がしてくれたことは私はお金では返せない。だけど私がこうやって頑張れたという姿を、夢を持てたということは彼女に対しての一つの恩返しだというふうに私は思っています。そして2つ目の私の夢はサヘルの家作ることです。サヘルの家というのは児童施設のことを私は表しています。なぜ家をつけたかというと、私は家というものが必要だと思っているからです。日本に来てすごく感じた素晴らしい会話を耳にしました。それはかっちゃんぱよんただいまって言うと、おかえりなさいって言ってくれますよね。行ってきますって言ったら、行ってらっしゃいって言ってくれる。その関係、その会話って素晴らしいじゃないですか。でも今その会話すら日本の中でも減ってきていると思います。血のつながりがある親子同士でも今お互いを傷つけていると思います。それをなくしたいし、今日ここにいらっしゃる皆さんにも言いたいのは、第一歩として一つ目のステップとして、まずこれだけの子どもたちが今親のぬくもりを求めていること、夢が持てない子どもたちがこれだけたくさんいるということを皆さんは今日知れた。この知ったからこそ次なるステップは施設に行ってみてください。子どもと触れ合ってみてください。別に子どもはお金を求めていません。会って会話をするだけで、一人一人の目を見てあげるだけで、あなたはちゃんとここに存在してるんですよと言ってあげることが一番のまず第一歩だと思います。ぜひ生まれてきた子どもたちに生まれてきてよかったなと感じてもらえる、そんな社会にしていけたらいいなと思います。一人一人の子どもに夢を、そして家庭を、そして皆さん、今日いらっしゃる皆さんもそうですが、大人になってもこの夢を持ち続けてください。私はこれからもこれを言い続けたいですし、今日本でもたくさんの施設に足を運んでいます。いつかその施設で今日皆さんと出会った皆さんとも出会えたら嬉しいです。そして帰ったら皆さん、大切な人を抱きしめてあげてくださいね。明日があるか誰も分かりません。一日一日を大切に生きてください。最後までお話を聞いてくださってありがとうございました。